はい、こんにちは、岩根です。今日は、前回同様いただいたマシュマロの質問にお答えしていきたいと思います。今回はどちらかというとお絵描きに関する質問がメインになっております。特に斜めになった時おかしくなるっていうのは多分表情付けの問題ではなく、パーツの配置そのものがまずい可能性があります。で、正面が欠けてるっていうことであるならば、これね、正面がもしこれが正しく欠けてるっていうことであれば、もうそれをそのまんま横へ引っ張っていっちゃってください。こういう風にこれね、あんまり表情らしい表情ついてないですけども、パーツの配置っていうことだけでこのまんま引っ張っていってですね、こう斜めの顔だとすると、これの正中線を基準に、次はこういうふうに持っていきます。正中線とこの横から引っ張っていたやつの交点からこうパースに合わせる感じで、そのまんま描くと理論上は、うまく配置することができます。正面顔のパーツ比率のまま斜めにすることができます。これがうまく引き写せてたら、そんなに大きく変わることはないはずです。だからあとはこの正中線から広い方と狭い方、ここの比率、これはちょっと感覚にもなるんですけども、以前僕が、実際に説明しながら顔を回転させた動画っていうのがございますので、そちら見ていただけるとなんとなく配置方法がわかるんじゃないかと思います。表情を強調するためのアングルであったり、あるいは肩の表情っていうのがありましてですね、怒ってる顔っていうのは基本的に言うと目と眉の間が近いんです。ここ緊張感があるわけです。こういうところが緊張してるわけです。で、笑ってるっていうのは眉毛と目の間が空いてるんです。要するに緩んでるわけですね、筋肉が。で、これを利用しましてですね、怒ってる時はこれが強調できるように上からのアングルを取ってやる。上から見ると眉毛と目の間が近くなるので、よりこの怒ってるっていう表情を強調することができます。逆に笑ってる時は下から取ってやると、こう目と眉の距離が広がるので、よりこの笑顔の感じを強調することができると思います。あともう一つ重要なのが、肩から首にかけて、例えばこういうふうに肩をちょっと怒らせ気味にして、で顔の角度を体の角度からずらします。こういうふうに。でどういうことかっていうと、ここの正中線とこことがずれてるっていうことは、全体的にここに力があまりかかってないんですよね。緊張感がない肩周りっていうことで、こう笑顔を強調することができるので、顔の表情なんですけども、描く時にも必ず、肩ぐらいまでは入れるようにして、で逆に怒ってる時は緊張感があるので、ぐっとこう力を入れる感じっていう意識。だからちょっと首が縮んだり、首が縮むっていうことではないんだろうけども、顎を引いたりっていう風なことで、だから首、肩、顔、この3つの、パーツの流れっていうもので、より表情を強調することができると思います。多分これアニメーターの方、もしくはアニメーターを目指している方じゃないかなって思うんですけども、そのカットで必要な材料をまず配置する。例えば2人の人間が
向かい合ってる時に、こういうのがあるとするじゃないですか。で最初にやりがちなのがパース線を引くっていうのをやってしまうんですけど、パース線は絵の工程で言うと真ん中ぐらい。最初はまず必要な大きさにキャラクターを配置します。で後ろに見えててほしいものもだいたいこれぐらいかなっていうふうに、これ本棚ですけどね、こういうふうにやります。でこの位置を確定してから、この2人が同じサイズだとすると、ここで初めてパース線引きます。こういうふうに。じゃあこの辺りが地平線アイレベルだなっていうことが分かるわけです。で頭があるのでこうだからこの2人が部屋に対してまっすぐ立ってればっていう前提になるんですけど、そうするとここで全てのパース線を引くことができますね。でこの本棚のあたりだと人間これぐらいですね。そうすると本棚の高さもこれぐらいで、本のサイズちょっと本がでかいかもうちょいちっちゃくてもいいかとかね、こういうふうにいろんなものをそっから配置していくっていうのがいいと思います。でね、これ今この絵だけで言うと多分この左側の人がちょっと右に寄りすぎだから、全体的にもうちょっとこれぐらいにするか、この人だけもうちょっとこっち側で、これをフレームだとするとフレームの端から端までを使いたいんです。でこれはでも安定してるレイアウトですよね。で緊張感を持ってっていうレイアウトだとやっぱり斜めにするっていうのが基本的。斜めにするとか煽りにするとかこういう風な感じで、これは場面によるわけですけども、でこっからパースを割り出していきます。こういう風に画面に対して斜め、この2人の感じから全体を割り出して、家具を配置していきます。こういう風に。でそうなるとやっぱりここら辺がちょっと寂しい気もしますが、天井を描けばそうでもないかな。だから緊張感はやっぱり斜めにするっていうのがありきたりだけども効果的なんじゃないかなと。あるいはだから俯瞰でもいいわけですよ。さっきのは煽りでしたけども、で俯瞰だとこういう感じか、パース線としては。でこうパース線を引いて配置してやる。多分これちょっとでかくしすぎかな。これぐらいかな。これはもう練習、実は練習あるのみ。写真とか見ながらでちゃんと立ってるように見える。これ俯瞰なんですけども、ちゃんと立ってるように見せるためには、重心をきちんと取ってやりましょう。こういう風な縦のラインも線を描いてですね、で頭からまっすぐ下ろした線が左右の足の中間ぐらいを通るようにっていう風に描けると普通に立って見えるんじゃないかなって思います。立って見えないっていう場合は多分ここの軸がずれてるか足の向きがおかしいか。だから確かにね、こう俯瞰でいろんなものを配置するのっていうのはなかなか大変なわけです。だいたいねサイズを合わせた上で
こう配置するっていうのは大変なんですけども、ここら辺はね、写真とか見ながら、写真とか実際の人間を見ながら描くのが多分練習になると思います。こういう風な感じで、こう画面外にいる人もこれぐらいのサイズになるのかなとかね。基本は同じサイズの人で、練習するのがいいかと思います。実際にはいろいろ身長差があるので話がよりややこしくなるわけですけども、まあポートフォリオに入れる場合もなるべくこういう書けるぜっていうところを見せたいので、頑張ってこういう難しいアングル挑戦して練習してみましょう。でもやっぱこういうのは練習してパース線に合わせて書く練習してるとある程度できるようになってくると思いますんで、多分数こなすっていうのが結構重要だと思います。この一人原画なんですけども、僕がアニメーターを始めた頃っていうのは、僕が知ってる限りで笹門さんとか須田さんとか青山さんが一人原画されていて、やっぱりすげえなっていうのがあって、可能ならやってみたいなっていう風な思いはアニメーターを始めた頃から持ってました。アニメーターになる前は一人原画とかそういうことは考えたことがなかったです。そういうシステム自体も知らなかったですし、メリットとしてはですね、やっぱり自分一人でやったっていう充実感みたいなもんが一番大きいような気がします。あとね、これやらしい話、金銭的な問題になりますとですね、ある程度書けるようになってベテランになってくると、どうしても、書くのが難しいカットっていうのを回されることが多いんですよ。でも一人で書くと非常に簡単なカットも自分で書くことができる。それこそ背景だけとか、ベテランになるとなかなかくれと言いづらい留め口パクみたいなのも全部自分でやることになるので、そういう簡単なカットもやることができるっていうのが、金銭的に言えばメリットになるんじゃないかなと思います。で、逆にデメリットなんですけども、もうこれは僕だけではなく制作サイドの話も含めて、僕が書かないと何も前に進まない可能性があるっていう、だからその信用の問題とか、あるいは健康の問題ですよね。仮に僕がやる気があったとしても、それ病気をすることもあるだろうし、怪我をすることもあるだろうって考えると、その時に全てが止まってしまうっていう可能性があるんですよね、工程によっては。で、これ10人とか20人で原画描いてると、1人が病気をしたところで後の人たちが普通に描いてくれれば制作としては前に進むわけなんですけども、1人でやってると本当にそれが前に進まないっていうのが最大のデメリット、特に制作サイドにとっては。だから一人原画って確かに僕が一人で描いてる原画を描いてるわけなんですけども、実際にはそういう制作会社、ポケモンで言えばまずは OLM が後工程の動画であったり演出であったり仕上げ撮影に至るまで、いろんな人たちのお力を持ってやれてるっていう、決して一人原画なんだけど一人でできることではないんですよ。だからそれをこうやらせてもらってるっていうのはすごくありがたいなと僕は思います。続いてデジタル関連の質問まとめていきたいと思います。普段 YouTube 配信で使ってるのは、こちらの動画でも披露しているんですけども、お絵描きとかそういう 3D とかに特化したスペックのデスクトップを使ってやってます。で、一応ね、ノートパソコンも持ってはいるんですけども、これ通常のノートパソコンで別にそのお絵描きに特化してたりしないので、配信しながら絵を描くともう相当ガタガタのひどいことになるので、お絵描きしながら配信ができるノートパソコンが欲しいななんて思ってるところです。初めてのデジタル環境クリスタを使いたいっていうことであるならば、僕のおすすめは、もし今何も持ってないんであれば、iPad Pro 12.9 インチっていうのをおすすめします。なぜかっていうと、タブレット自体は安いものではないんですけども、パソコン買ってあれ買ってこれ買って接続してとかっていうことを考えると iPad 一つで完結できる
っていうのは最大のメリットだと思います。なので今何もないんであれば iPad12.9 インチっていうのが僕のおすすめになります。アフターエフェクトなんかの撮影ソフトを使う場合のパソコンのスペックなんですけども、僕の場合はもうこれは必要ないだろうっていうぐらいスペック詰め込んで、何年に1回かの買い物なんであまりケチらずにやったんですけども、実際のところで言うと、CPU は Core i7、もしくは9で、メモリーが32で、グラフィックボード GeForce 3000番台ぐらいあれば、通常十分なんじゃないかなっていうふうに思います。絵の練習っていうことなんですけども、練習と意識してやることは意外と少なかったですね。大げさに言えば作品作り、たとえそれが模写であったとしても練習と思って書くと面白くないので、これを書きたいっていう風なのをよく書いてました。だから結果的にそれが練習っていうことになるのかもしれないです。アフターエフェクトとかアニメーション用ソフトのレタス、そういうのを使ってこう自主アニメなんかを作ってたわけなんですけども、それも特に練習って思うと面白くないので、これで作品を作りたいっていう風な発想のもとに、でも結果的にはそれが練習になってましたね。だから絵を描くんでも何かモチーフを模写するっていうのを練習って思うんじゃなくって、これを模写する、そういう作品を作りたいっていう風な感じで書いてました。でそれが結果的には練習になってたんじゃないかと思います。で今はどうかっていうと、その模写とかで書いたやつを全部ツイッターに流してるので、それを練習といえば練習ですし、ツイッターに上げてる以上作品といえば作品なので、それは練習じゃないよって言われれば練習じゃないんですが、でも今でもいろいろとアニメ作ったり、絵を描いたりイラストね描いたりしてるんで、それが言ってみたら練習になってるのかもしれないです。お気に入りのアニポケ回なんですけども、これももしかしたら答えるたんびにちょっと内容が変わるかもしれないんですけども、泣き虫マリルとか、メガ進化の4作とか、あと、ちょっとタイトル忘れたんですけども、サトシたちがバラバラになって迷路の中でシンジがいつまでたってもゲットの邪魔されてうまくいかない話とか、ああいうのは、印象に残ってるし好きですね。自分がやった中で言うと。テレビシリーズでこれって大体ね、アニメーターの差がなのかもしれないんですけども、やってる最中大変だなって思っても終わってみれば楽しかったなっていう、いい方に記憶が上書きされてしまうっていうところがあるので、大変だったっていうのがすぐには出てこないわけなんですけども、そんな中でも大変だったなって思えるのは劇場版の踊るポケモン秘密基地。これはもう相当大変でしたね。冒頭の武蔵小次郎が出てくるパーティー会場のあたりからラストの方でドゴームが柱を折るっていうところまでを一人でやってるので、物量的にもかなりのもんだったんで、とにかく踊るのが大変で、人数が多いっていうのが大変だったっていう記憶があります。奥さんはどっちかというと字を書くタイプで絵描きじゃないんですよね。なので言ってみたら原画を描くっていうことに関しては間違いなく僕の方が上手に描けます。これが唯一、奥さんに勝てるところという感じですね。これで一応質問に答えさせていただきました。今後もマシュマロなんかで質問いただいたら Twitter もしくはこういう風な感じで答えていきたいなと思っておりますので、また質問いただけると大変嬉しいです。それでは、長々と取り留めのないトークにお付き合いくださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。